こんにちは、イラストレーターのネグです。かなりポージングの自由度が高いデッサン人形をいただきました。今回はこのスティッキーボーンズという人形を使って絵を描きつつ解説していきます。記載している URL から購入いただくとちょっと安くなります。ちなみにポージングの自由度が高いということはこういうことです。可動域が広いおかげで一般的なデッサン人形ができないポーズが可能です。同じポーズをさせるとこんな感じです。思った以上に差が開きますね。しかも台座と手足が磁石でくっつきます。個人的にはこれがすごく気に入っていますね。一般的なデッサン人形はアームでポーズを固定したりするんですが、この人形は台座と手足が密着しているだけでいいので、一手間省かれます。磁石が結構強力で、ある程度無茶なポーズでも耐えてくれます。可動域の大きさと磁石がこのデッサン人形の強みだと思います。そんなデッサン人形を使って描いたイラストがこちらです。今回は iPhone で撮影した写真をなぞるように描いてみました。スマホのカメラでデッサン人形を撮影する際は、ズームアウトして画角を調節してみましょう。同じポーズでもより迫力がある絵が作れるかもしれません。動きのあるイラストを作りたい場合はおすすめです。この写真のように腕をこの位置に持ってくることを自然にやっていますが、実はこれもデッサン人形の苦手なポーズの一つです。腕だけではなく肩も動かないとこのポーズはできません。意外ですが、多くのデッサン人形がこのポーズを取るのに苦戦すると思います。実際に私が持っている他の人形には難しかったです。人形の写真をなぞってラフを描いていますが、手足につきましてはそれぞれ大きさを調節して描いています。この人形は磁石が内蔵されているため、一般的なデッサン人形より手足が大きくなっています。また大きい可動域を再現するために胴体もデフォルメされています。ポージングの参考には最適ですが、筋肉描写の参考には少し不向きです。素体を描いた後に自身で肉付けしていく必要があります。ですので、ある程度筋肉の知識があったり、人体を描き慣れている人にはお勧めできます。対して、今から絵を描き始めるという初心者の方には、もう少しコストを抑えたデッサン人形を検討してもいいと思います。今回は足が手前に伸びていて非常に目立ちます。ですので、靴の描写を頑張るべき絵だなとこの時点から考えていました。このように前後感が強い絵の場合、足などにピンボケを使いたくなることもありますが、そのイラストにとって重要で視線が集まりやすい部分をぼかすのは少しもったいないかもしれません。初心者の頃にそのようなミスをしたことがあります。背景のないイラストでもどこに視線が集まりやすいかを考えると時間的に効率よく絵が描けるでしょう。完成図を見ても腕や胴体より足の方が丁寧に描かれています。実はトップスのシワの陰影は結構雑なのですが、なぜそう見えないかというと模様で情報量を無理やり上げているからです。塗りの工程について見ていきましょう。まず各部位に色を置きます。その後に定山レイヤーと感触を使い全体を日陰で覆います。そこに追加レイヤーや覆い焼きレイヤーなどで光を当てて立体感を作っていきます。髪の毛や袖に見える細かい明暗のシルエットは良いアクセントになります。かっこいい明暗のシルエットを意識しましょう。ライティングはこれだけでは終わりません。右下から反射光のように感触の柔らかい光を差し込みます。足に注目するとわかりやすいですが、この光があることで立体感が高まります。強く光が当たる部分、反射光が当たる部分、どちらにも照らされづらい部分、3つの面が生まれましたよね。さらに立体感を高めるために光が届きづらいような奥まった箇所にオクルージョンシャドウを描きましょう。太ももの間やふくらはぎの下あたりがわかりやすいですね。今回はライティングに関してはそこまで写真を参考にしていませんでしたが、使い方によってはライティングの勉強になると思います。
靴の描写についても、左から主光源の光が来て、右から青い反射光が来ることには変わりありません。ですが、肌の描写と違う点があります。革靴には鏡面反射の性質があるということです。鏡に反射するように光源を描いてあげましょう。これを描くことで、我々の目には一気に存在感が高まって見えます。右側には強い光源があることを想定していないので、青白い反射を描く程度に抑えます。ただ想像だけで描くのではなく、できるだけ参考になるような資料を見つけたいですね。実際私もこの靴を描く際は、様々な靴の画像を見て、光の反射の仕方やシワのでき方などを参考にしました。肌の塗りと同じく左右のどちらの光の影響も受けづらい箇所は暗い色を使いましょう。この部分は物が密集していて特に暗くなりやすいです。鏡面反射の性質があると周囲の色に影響されます。オーバーレイなどで青みを書き込むと青空の下での反射に近くなり、無機質な雰囲気から自然な雰囲気に変わります。光の反射やシワの描写は難しくて初心者には敷居が高いかもしれませんが、質感をつけるために専用のブラシを使うことは挑戦しやすいと思います。プロクリエイトには質感ブラシがいくつかあるのですが、それを靴の一部に使用しています。光の当たり方によって質感の浮き出方が変わるので、全体にまんべんなく質感をつけるよりも、部分的に質感ブラシを使った方が効果的だと思います。細かい傷などを描くとよりリアルに見えますね。少し話は変わりますが、スティッキーボーンズは色が何種類かあるようです。暗い色より明るい色の方が明暗のコントラストが大きくなるため、明るい色の人形の方がライティングの参考にしやすいかもしれません。あとは全体のディティールを書き込む段階ですね。足以外にも目線が集まりやすい顔やこだわりを表現しやすい膝はよく書き込みます。髪の毛を描く際は髪の毛束の面を意識します。主光源に照らされる面、青い反射光に照らされる面、どちらの影響も受けづらい面、そしてさらに光が届きづらい箇所。大きく分けると髪の毛はこの4色だけで構成されています。また背景がシンプルな場合は特に髪の毛のシルエットが目立ちます。かっこいいシルエットを作りましょう。あとは色味を調節してイラストは完成です。という感じでデッサン人形からキャラクターイラストを描いてみました。複雑なポーズを描くときはぜひ使いたいですね。ここでデッサン人形の選び方の話をします。いろんな人形が存在しますが、優劣以外にもそれぞれ役割があると思います。ポージングに特化している人形、可動域は狭いけれど肉感がある人形、動かないけれど筋肉の描写に特化した人形、このような役割です。例えば、ラフ制作の段階にはこちらを使い、肉付けの段階にはこれらを使うことができるでしょう。体を描く際に何を重要視しているかを考えて購入したいですね。では総評です。ポージングの自由度は私の持っているデッサン人形の中で一番高いです。理由は可動域が大きいからです。磁石の台座も便利で気に入っています。アームで固定させる必要がないというのはめんどくさがりな私には嬉しいです。この2点がかなり良かったです。ただ説明した通り、手足や胴体がデフォルメされているのと、値段の観点から絵を始めたての初心者には手を出しづらいかなと感じました。ただ私自身は満足しています。ということで、デッサン人形のスティッキーボーンズを使ってイラストを描いてみました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。